全潜在力というのは、あなたが持っているすべての力のことです。全潜在力はすべての人たちが活用することができます。全潜在力を活用するためには、超越瞑想をお勧めします。それでは今日は全潜在力を活用することについて解説していきます。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。今日は人間の全潜在力についての解説です。全潜在力と聞くと、あなたはどのように思いますか？潜在力の潜は潜るという意味で、在はあるです。潜るというと、何かをもぐもぐと食べることを潜ると言いそうですが、多分聞いたことないので、それは誰も使ってないでしょうね。この場合は海の中などに潜るという意味です。つまり潜在というのは潜っていてあるということで、表面に現れていないということです。普段表面に現れていない力を潜在力と定義しています。実際そういうものが本当にあるのかどうかは推測の域という人もいます。ただ私はそういうものがあるという前提でお話をしています。そしてそれを全て活用することで全潜在力というふうに表現しています。さて、人間の神経系は最も高度に発達していると、この本の著者のマハリシ・マヘーシ・ヨーギーは言っています。これについては、人間が動物よりも優れている点という動画で解説をしています。人間の全潜在力というとき、人は体と心と精神のあらゆるレベルの能力を最大限に活用して生きるべきだとこの本に書かれています。別にこのままでいいよ、特に困ってないしという人もいるかもしれません。そういう人はもしかするとすでに全潜在力を活用しているのかもしれません。自分はまだまだそこまで行ってないよっていう方、ようこそあなたのために続けます。まずは身体面、心理面、そして精神面、それぞれの全潜在力というのはどのようなものかを説明します。今日はですね、この超越瞑想の本の113ページですね。ここですね。電子書籍版ですと第3部生きる技術の第1章、人間の全潜在力のところです。それでは分かりやすくするために少しホワイトボードに書いてみますね。さて最初は身体面です。身体面とは体の各部分、体のいろいろなところですね。それと五感。五感というのは目、視覚ですね。耳は聴覚、鼻、嗅覚、舌は味覚、そして皮膚の触覚、それに加えて神経系。これらすべてが相互に調和している状態ですね。その時は全潜在力が活用されていると言えます。この体の各機能が正常ですと健康体となります。次は心理面ですね。心です。心理面での全潜在力というのは心の能力を完全に活用することです。次は精神面です。この精神面というのは日常生活のあらゆる場面で精神的な存在の価値を生きることができる人間の能力を意味します。これは表現が難しいですね。精神というと人間の心のことを定義している方もいらっしゃいます。英語ではスピリチュアルです。心と精神というのは
ちょっと違いが分かりにくいかもしれません。なんとなくですが、心は何かを考えるような具体的なものを扱うイメージで、精神は具体的な感じではなくて、イメージだったり、抽象的なもの、意識とかやる気とか、そういうものだと思います。つまり心というのは何かを考えます。思考があります。精神というのは心の在り方とも言えるかもしれませんが、超越瞑想の話で言えば存在の価値とつながっています。生命のこの3つの面における人間の全潜在力には、身体面と心理面の間に、また心理面と精神面の間、これそれぞれですね、ここに完全な調和があるということも含まれています。すべてが調和しているので、全体的に調和するわけですね。そしてその状態がすべての潜在力が活用されている状態になります。ところでなぜこの話をしているのでしょうか。多分、なるほど、と思ったり、そう言われてもよくわからないなっていう感じかもしれませんね。その理由としては、これを知ってもどうしようもない、何をすればいいのかわからないと思うかもしれません。この図を見てもですね、ああ、そうなんだで終わってしまいますよね。今回の説明を出してきた理由は何かと言いますと、人間は大抵の場合は自分の心を完全には活用していないということを言いたいわけです。あなたのことを不完全とかまだまだダメだよというつもりはなくて、まだまだ伸びしろがありますよ。もっと能力を出せますよ。もっと幸せになりますよということをお伝えしたいんです。過去の動画でも説明していますが、普段私たちが考えているところ、言葉として認識できるところを現在意識と呼んでいます。顕在意識と呼ぶ人もいますね。そして言葉で認識していない部分というか、現在意識ではない部分を潜在意識と呼んでいます。心全体では現在意識は非常に小さな部分と言われています。実際に大きさがあるわけではないと思うので、イメージで考えていただければと思います。通常の現在意識の心のレベルだけで機能しているのであれば、心の全潜在力を活用しているとは言えません。最大限にまで心を活用している場合にのみ、人間の心は正常な機能を果たしていると言われます。そしてこの全潜在力を活用するには、超越瞑想を行うことで自動的に開発されていくんですね。この超越瞑想とあなたの全潜在力との関係をこの動画ではお伝えしたいわけです。もし人が自分の全潜在力を活用している場合には、一つ一つの想念、言葉、行動が生命の物質面における最大の達成に結びつくようになります。さらに、その人が常に全能の神と調和した状態を保ち、神の影響力を生命のあらゆるレベルに及ぼす手段として、その想念、言葉、行動が役立つようになります。で、ここで言う神とは、あなたにとっての神という意味でいいと思います。あなたの行動が神と調和するようになるとも言えます。どのような人であっても、その意識の中に超越的、絶対的で神聖な存在を含む能力を持っています。存在については、ぜひ過去動画をご覧いただければと思います。この世のすべての基盤、目に見えない、触ることもできない、しかしすべてに浸透しているもので、この世のすべては存在の表現とも言えます。この世のすべての全範囲と存在の領域は人間の意識の範囲の中にあります。どのような人でも自分の意識の中に全宇宙生命を包み込むことができます。もちろんあなたもそうです。あなたの全潜在力は不変の存在の無限の可能性と同一のレベルにあります。正常な生命を生きるということは、聖なる意識、すなわち
神意識の生命を生きるということです。正常な人間の心は人間的なレベルで機能しながら、同時に普遍的な宇宙の心の地位を持っているべきと、この本では書かれています。普遍的な宇宙の心というのを宇宙意識と呼びますが、そう言われてもなあ、宇宙は手に届かないところであるし、普段は気にしてないし、わからないなと思うかもしれません。というか、そう思いますよね。ただ私たちは今、宇宙の中にいます。はい、ここが宇宙です。私たちは宇宙の中にいますが、個別の心も持っています。普通の人には手の届かない、遠くかけ離れたものだと思うかもしれませんが、宇宙は今ここにあって、私もあなたも宇宙の中にいます。そして私やあなたの意識はこの宇宙の意識とつながっているということです。これはちょっと証明もできませんし、信じられない話かもしれません。ただ、人間の全潜在力の話をするときには、この宇宙意識のレベルの話が避けられません。人間の全潜在力があらゆる人にもたらすものは、この祝福された神聖な生命の素晴らしい状態だと言われています。それが自然に努力なく簡単にもたらされ、日常生活のあらゆる面において維持できるようになるのが超越瞑想の実践です。超越瞑想の実践によって人間の内側の聖なるものの全潜在力が開かれ、人間の意識は神意識のレベルまで高められていきます。この簡単に行うことのできる超越瞑想の効果は、まずは無限の創造エネルギーを生命に行き渡らせることです。そして存在というものがあります。先ほど少し説明をしましたが、それは抽象的です。抽象的ですが、絶対の価値を持っています。絶対の価値というのは、すべてに浸透している、すべての源としての価値です。そしてその存在と言われる抽象的なものを、私たちの日常生活の具体的な価値に調和させていきます。具体的な価値というと、物質的な価値とも言えますね。こういう本とかペンとかは具体的で物質的な価値のものです。この具体的なものと抽象的なものを調和させていくのが超越瞑想です。そしてそれは生命を永遠の自由の状態に導いていきます。はい、今日の動画はここまでです。もし超越瞑想をまだ習っていない方で興味がある方は、ぜひ全国にある瞑想センターで行われている説明会にご参加いただければと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。